有崎昌司さん、当時15歳。爆心地から 2km の船入町で被爆しました。有崎さんは当時県立広島第二中学校の2年生でした。その日、ダクト動員の一員として共和世紀有限会社で小型旋盤で部品を削る作業をしていました。会社を定年退職後、現在は系列の子会社に再就職しています。あれ大阪へ行ってからちょっとこちらへ来とれば当時私昭和5年生まれですから、ここへお世話になり始めたのが広島県立広島第二中学校ですね。旧制です。今建物は観音小学校になっているところなんです。で、そこの寄宿舎へおりましてね、ここへ12月から通勤運ですか通学運ですか、これやるわけなんですが、大体当時の2年生が6個学級、大体52編成です。ですから300人程度ですね。それでそのうちで我々が8学級と呼ばれた1組だけがですね、2年生の時の秋にですね、1組だけ先に動員、これは通年動員いう言葉使うわけで、年を通すですね。つまりスポットで今日はどこどこ今日はどこどこでなしに、もう一年中ここへ固定していくと、三菱重工であるとか共和世紀であるとかいうことで、我々の8学級だけがですね、なぜか指名されたわけなんです。それで行き先もですね、ここではなかったんです。ちょうどちょっと場所も忘れましたけど、市役所の前あたりですか、須森いう鉄工所があったやに聞いてるんです。私の両親は知ってましたけどね、そこへ行くから準備しろということで、1日か2日休暇もらうわけなんです。国へ帰って準備せよということで帰ってですね、その気になっていたら行くところが変わったよと、つまり共和世紀だと、それで命拾いしたというのはこれはっきりしてるわけなんです。須森といいますともう爆心地から随分近いですからね。で12月の何日からかちょっと覚えがないんですけどね、我々の組だけが出始めて、そして動員ともちろん勉強はなしで授業料払うんですよ。でここへ来て仕事をしますとね、給料があるわけなんです、動員は。で金額が2年生までが30円月給です。そして3年生になれば50円に昇給するわけなんです。でもちろん金はくれません。これは全部個人の学校の方が何て言うんですか預金しまして、その中から授業料をさっ引いて、通帳だけは我々に渡さないで学校が保管するということなんです。それでそのまんま3年生を迎えますから、当時は落第もないんでしょうね。みんな3年生になって、そして8月6日までここでお世話になったということでございます。1級下の2年生ですね。当時2年生が、あれはいわゆるスポットの動員ですね。この日は動員の日だよということで、彼らは東連兵言いますとご存じないでしょうけど、今の新幹線口出たところ光町になるんですか、あそこへ整列していて、後から聞いた話ですけど全員こう同じ方向へ整列しますね。そして爆音が聞こえたんで、ああ言うた時にボンと来て、みんな片方を焼いてるんです。こちらかちょっと覚えませんけど、そして一番悲惨なのがその下のクラスですね、1年生。これが例のつまり全滅の、これ今の100メートル道路を作るために建物を取り壊しに出ていった組なんです。ですから我々は我々という私は幸いにしてこの船入川口ということでですね、命拾いしたと今でも思っております。勤労動員に出ますとですね、ここへ四角な白い学校名を書いたなんちゅうワッペンといいますか、印をつけるんですよね。それがついたら電車バスへ乗ってもよろしいと。単なる通学は広島駅から歩け、恋の駅から歩けなんです。
学校の生徒が中学生がですねバス電車に乗るような惰弱なことじゃダメだと、こういう事態なんですから。病人は別ですよ。病人はまた別の印もらいましたけど、でそこまで歩いて、そして今の電車へですね乗ってみたり歩いてみたりしたんです。で当時の朝ですね、そこをこちら歩いたか乗ったかいうのがちょっと私は思い出せないんです。ただ言えることは今の乗ろうか歩こうかいう時、船入本町ですね、あそこで空襲警報になって、そしてそうですね、5分もしなかったと思うんですが、すぐ解除のサイレンがですねなりました。こういうことはですね普通の日なら覚えてないんですが、やはり後で友達といろんな試験の出来不出来と同じようにすり合わせ言いますかね、経験その記憶を話し合うから案外覚えてるんでしょうかね。ここへ来て確か8時始まりです。ですから8時15分は私は何個目かの製品を削っている最中ということになるんだと思うんですよね。私はこう向いてますね。でこちらの窓全体、とにかくその視界すべてがピンクですよ。ピンクのカーテンいますか、炎方ですね。で今頃バーナーでバーンとやりますね。あれが前面に来てですね、音もボボボーいう音を聞いてるんですよ。耳には残ってるんですよ。実際はピカリだと言いますけどね、私はもっと時間がですね長い燃焼があったように思っております。でその次のドンは知らないんです。だからよほど素早く逃げたのか慌てふためいたのかちょっと分かりませんけどね、ここからちょうどドンで一瞬になんか分かりませんけど爆発だということでそこの入り口へ走り出すわけですね。で出た時に上から瓦がバーッとこれ落ちてくるわけなんです。これよく覚えてるんですね。案外なぜでしょうかね、よく覚えてるんですよ。これが倒れましたけどね。そうでしょうね。それで今度目の前をね私の友達の千代原いう仲良しがいたんですね。彼が逃げるのが伏せるわけなんですね。さっき言いましたようにこの耳をこうやって目をこうやってね、で教えられた通りやってるんだな、俺もやらないかなということで、俺じゃない僕ですね、まだ頃小さいですからですぐ伏せるんですけどね、恐る恐る目を開けてみると彼がまた走り出すということで、私もこれは遅れちゃ大変ですから非常に不安になるんですよね。つまり思考力も何もないんですよ。先にいわゆる前に行くものを猛獣言いますかね、めくらめっぽ従うという心理しかないんですよ。これも後の話ですけど、そこに防空壕、いわゆる避難壕がありましたけど、シェルターがありましたけど、そんなこと全くもう意識ないんですね。でどうするかいうと前のやつに従うんですね。だからやっぱりデパートの火事とかなんとかいう時もそういう心理になるんかなともあれから思ってるんですけどね。それで彼が今の炊事場へ上がってかまどから窓へ出ると、おかしいな、なんであそこを通るんかなと思いながら、やっぱり私もそれを同じように行くんですよ。で向こうへ出たところでどこからともなく友達が集まってくるんですがね、何せ梅煙、そして油、何と言いますか、みんなすごい形なんですよ。で何せ8月の6日いうと暑い盛りですからね、安全帽があるわけでなし、安全靴があるわけでなし、ここから上半身上は裸なんですね。下はですねさすがに作業ズボンに着替えて、ですけど暑いですから靴なんかは貴重品ですからね、履いていたものは八つ折りいうのをご存知かどうか知りませんけど、いわゆる草履の下に木がつけてあって、草履の履き心地で木の耐久力言いますかね、それでガチャガチャ逃げた覚えがありますがね。ですからこの建物の向こう側になんとなしに敷地があって、そこへ集まってですね、これは次の空襲があるぞと、おそらく爆弾だろうと思ってるんですから、でこれは避難しようということで、そこの今のこっちから行きました東西の道がありましたね。そこの道から向こうが陸軍の射撃場だったんですよ。広々としたね。それを目当てに来たんですが、今日全く当てが外れたんですけどね。それでそこへ逃げ込んで、草むらの中へ小さい木が生えてますし影もありますので、そこでみんながなんとなしに寄り集まってきたです。
であまりひどい怪我している者はいませんでしたけど、私はですねこの辺りなんかでそのえぐったような跡がですね何か所かこの辺まであるわけなんです。で血はあまり出ないんですけど、なんかこう筋肉がぶっとこの裏の傷ですからね、痛くもなんともないんですよね。で友達が「もう有崎君お前はそれは肺が出とるぞ」ということを言いますので、肺とは思いませんけど、とにかく手当てしてもらおうやと。町中全体がこんな様子とは全然知りませんから、それでこれまっすぐ行ってからエヴァの陸軍病院いましてね、兵隊さんの病院があったわけなんです。でそこへ行けばちょっとすりつけてもらえるだろうと。ところが行ってみるともうずらーっといわゆる患者さんや怪我人ですか並んでおられるんですね。それも我々のこんなチャチな傷じゃないわけなんですね。もうひどいもんです。それでこれはもうやめようと、恥ずかしいんですもう行くのが。それよりか救護所があるわけなんです。そこへ行ったら救護所がテントができましたからね、そこへ行ったんですが、私は自分ですから先行ってみて、これは一目見ても断念しましたね。それこそ惨状言いますか、惨めなもんです。でとても私らが手当てをお願いするような雰囲気じゃないわけなんですね。ということで結局何もしてないんですけど、ただその傷の痛みは大したことなかったんですよね。それからぼつぼつしようしようと声が返ってくるわけなんです。この建物の向こうに道の向こうが休憩室がありましてね、でそこへ来た時ですね、この辺は痛くないんですが、私自体はここからですね、これからずっとやけどの痛みが走るわけなんですね。非常にチリチリ言いますか、でなんかそれ分からないんですよ。でとにかく痛いですから、今の薬はありませんし仕方がないから当時は中学生全部水泳、特に広島日中プールがあった頃ぐらいですから6尺ふんどしましてね、ご存知かどうか知りませんけど、長さが6尺2メートル近いものですね、いつも持って歩いてここで働いて、あわよくば川へ行って遊ぼうというぐらいの年ですから、でそれがありましたので、これをずっとぐるぐる巻いて、薬は全然ないんです。もうどこにもないんですからね。それで帰ったんですけどね、その帰る直前頃からこれに水泡、水ぶくれいうんですかね、これがずっと出るわけなんです。で今漠然と言っていますけど、その日言いますとね、8時15分いうのはちゃんと覚えてるんですけどね、後の時間は全くわからないんです。腕時計持ってるわけじゃありませんしね。じゃあ今私がお話ししたところが何時頃だったか言われても全くわからないんです。とにかく帰ったのが夕方という言い方しかないんですけどね。ですからそういうことで当時の担任の先生、安藤先生という先生だったと思うんですがね、この人がとにかく随分やられたなと。それで工場の建物が潰れたんだから、当分は仕事にならないと。で8月の終わり末にここで会おうと、それまで自宅に待機しろということでちりぢりに別れたということなんです。で私はそれから今の観音町に帰るわけなんですけどね、そこで今ちょっと非常に思い出しても嫌になるのがですね、電車通りをずっと今度は北へ登るわけなんですね、船入本町まで。ところが歩けないんですね。というのはどういうんですか、我々が普通出勤したり遊びに行ったりすると、やはり地図を書いて、ここにタバコ屋があって、ここに郵便局があって、ここを右に曲がって左に曲がってと言うんですがね、これが一瞬にしてゼロになるわけなんですね。そうすると距離感覚は分からず、方向だけは電車が続いてますけど、その電車通りの上にはもう人の死体、馬の死体ね、で燃え盛る馬車とか家は燃えてますし、暑い中を帰るわけなんですよね。とにかく目標物を一瞬にして失いますとね、人間なんか哀れなもんですね。こんなことはまずないと思いますけど、例えばなんかの表紙で
砂漠の中でポッと放り投げられたと同じになるんかなと思うんですけどね。それでまあ結局2人3人友達が協議しましてね、みんなそういう気持ちでいるんですよ。歩けないなと。で仕方なしにじゃあその川は燃えてないから川へ出ようじゃないかと。で橋も残ってるだろういうことで天満川になるんですかね、これ向こうは。その川岸へ出て左岸をずっと登って観音橋ですかね、観音橋を渡ったところが今の本町、船入本町と観音町ですから、そこの橋へ行ってその標識をこう確認してですね、あ、これは観音町じゃなと。ところがその立体的な町が平面になってるんですよね。今までその建物があったのが全然ないんですからね。まあ嫌な雰囲気言いますか、その気持ちが悪いと言いますか、なんかこう気渡っていたので歩いたんでしょうけどね、とてもこういう経験というものはまあ後にも先にもないと思いますけどね、これはちょっと話しても分かりにくいんじゃないかと思うんですよね。まあ、そんなその心境で今もあの時は嫌だったなと、まあ、いうことで私はその観音町へ帰ったんですがね、まあ余談になりますけど、その寄宿舎へ帰ってですね、その晩にで避難場所が古江の今力田いう病院があります、力田田んぼの田ですね、あそこがまあ私の同級生がいまして、そこが避難場所になっていて、一晩中その焼ける高台ですから焼ける広島市内をぼやーっと見てるんです。本当にぼやっと見てるんです。そのぼやの経験もある程度覚えてるんですよね。でもちろんそれ時間も思考力も何にもなしに、とにかく寝つきが悪いのがぼやーっと見とるんですがね。というのがその日の昼にですね、例えばその12時間前にですね、ここでこんなひどい目にあって今ぼやっと見てるんだという感覚は全くないんです。なぜかぼやっと見てるんですね。でまあ数日翌日家に帰りまして、まあ、親父が聞くともなしにどうだかんで僕はぼやっと見とったような気がするって言ったら、時間の感覚も何もなかったと言いますとね、親父がしみじみ言うのが、親に死に別れた時はねそんなもんだよと。そうかなと思いましたが、それから30数年親に死に別れた時、やはり頭の中空白でぼやっとおったような気がしますからね、まあそこで一晩眠くもないです、寝れる状態でもないです。ただ嬉しかったのは近所の救護班の方がですね、キュウリ、ウリとかキュウリとかをね生でかじりなさいと、なんでしょうかね、生野菜がいいそうですよという、どういう情報であれ行き渡ったのか知りませんけど、それでその中の一人がですねやけどを見て、このやけどにはキュウリの汁がいいから貴重なキュウリですね食べる、それをこう絞ってつけてくれました。で帰ったらですね、今のやけどの手当てに山形郡の掛まで自転車で行くわけなんです。もう情け容赦もあらばこそでパチパチパチっと切ってこうやるんですけどね。で行った時はですね、必ず坊主頭の髪をですねお医者さんぐっと引っ張るわけなんです。でいててとこう言いますと、まあ今日はまだいいなと、つまり抜けるようだったら悪いという診断ですね。で別に薬があるわけないですし、でちょうどうちの父が知り合いからのブドウ糖のアンプですね、アンプルですか、アンプルですか、このぐらいの20cc かぐらいのがありますね。あれを10本もらってきて、とにかくお前打ってもらえということで、そいつを持って行ってお医者さんで打ってもらうんですけど、何せ打つ人がいないんです。お医者さんは兵隊に出てるし、看護婦さんは救援に出てるし、で結局見よう見まねえことになるんでしょうか、お医者さんの奥さんが気の毒な話ですね、できるかどうかやってみましょうということでやってくれるんですが、なかなかね血管入らないんですね。プチ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 、もういいですわいと言うと、じゃあ口開けなさい、中にかけますというふうなご時世ですからね、なかなか医療とか救護とかいうことを言いますけどね、広島の被爆地を離れた状態でもそんなんですから、命があったのが本当に幸せだと思っております。